こんにちは、ヨモギャオの中間です。今日はですね、僕が愛用している、氷結ダイヤモンド。これのですね、ご紹介と、あとは実際に使ってみる、研いでみるというのをですね、やりたいと思います。僕、最初の頃にですね、1000番と6000番で刃物を、のみを研ぐという動画を作ったことがあるんですが、その時はですね、ケンショウさんのものを、使っていました。でもですね、僕普段はですね、実はこの氷結ダイヤモンドの方をですね、よく使っています。というのもやっぱり、平面精度が高い。平面精度が高いというよりは、平面維持能力が高い。ちょっと研いでもですね、平面が崩れないんですよ。なので安定しているっていうのと、あとは研磨力が高いので、早く研げるので、これを愛用しています。ただし、めちゃくちゃ高いんですよ。1個1万円以上しますね。1万3000円くらいするんじゃないかな。番数によって値段違うんですが、なので、いきなりおすすめですというのはちょっとハードルが高いかなと思いまして、それで、ケンショウさんの砥石ですね。そちらの方を使って研ぐというのをですね、以前にやってみました。で、今回はですね、僕が普段愛用している、この、なにわさんですね。なにわのエビ印ダイヤモンド角砥石ですね。を使って研いでみるというのをやってみたいと思います。で、僕が使っているのは、400番と800番と6000番。この3つをですね、普段使っております。ダイヤモンド砥石っていうと、電着式の、こういったダイヤモンド砥石の方が一般的だと思うんですが、電着ダイヤモンド砥石とこの氷結ダイヤモンド、大きく違います。全然違うんですね。電着式ダイヤモンドっていうのは、紙ヤスリに近いです。表面に一層だけダイヤモンドの粒子をですね、つけているという形になっています。なので、使っていくと、平面は崩れないんですが、その粒子が取ってしまった部分は研磨力がどんどん落ちていくと。なので、研ぎムラが全体的に出てきてしまうんですね。なので、結果的に平面に研げなくなってくるというのがですね、出てきます。で、それに対してですね、この氷結ダイヤモンド砥石というのは、ダイヤモンドの粒子と、あとボンドのようなものを練り固めて作っています。で、実はこの厚みの中で、1ミリですね。約1ミリのそのダイヤモンドの層というのがありまして、その層だけが研げるというようになっています。これのいいところは、やっぱり研ぎムラがないんですよね。研いでも、電着式と違って、粒子が取れて研磨力が落ちるということはないです。全面均一に研ぎ続けることができる。でかつ、1ミリあるので、かなり研ぐことができます。これなんて 0.0 何ミクロンとかぐらいの世界だと思うんですね。その粒子一層だけなので。それに対してこれはですね、1ミリも、その粒子が詰まっている層がありますので、長く使うことができます。で、僕も実際にこれ、6000番とかを多分、7、8年使ってるの、もっと使ってるかもしれないですね。ぐらい使ってると思うんですけども、未だに使うことができています。でただし、1000番も僕持ってたんですよ。で、1000番持ってたんですけど、それは、平面かなり出しちゃったんで、あれはちょっと使い切っちゃいました。1000番はもう1ミリの層がなくなっちゃっても、地金が出てきちゃったんで、それはちょっと使えなくなったんですけど、ただあれは、ちょっと僕がちょっと神経質に平面出しすぎたかなっていうのもありますので、普段普通に使っていれば、ほぼ、10年、20年とかは平気で使えるようなもんだと思います。ということでですね、実際に研いでみるというのをやっていきたいと思います。その前にですね、まず番数のご紹介をしますと、なにわさんの電着と、氷結ダイヤモンド砥石は、400番、600番、800番、1000番、3000、6000というようなラインナップになってます。もしも最初に一つ買うんだったら、僕は400番をおすすめします。というのも、やっぱアラドって、その研磨力が高い分、柔らかい砥石が多いと言いますか、その平面が崩れやすい砥石多いんですよね。なので、アラドとしてダイヤモンド砥石使う方いると思うんですけども、やっぱり粒子落ちちゃって性能どんどん落ちていくじゃないですか。そういう意味だと長く使えるっていう意味だと400番のですね、ダイヤモンド、氷結ダイヤモンド砥石、安定して研げますし、そのアラドの時点でかなり平面精度が高いっていうのは、次の工程もだいぶ楽になるので、もしも一つだけ買うというのだったら、400番をお勧めします。で、あと次にお勧めするとしては6000番ですね。この砥石のですね、仕上げの6000番、かなりいいです。有名な道具屋さんだと、天然砥石と遜色ないみたいなことを書かれてたりとかしますので、天然砥石でも6000番ぐらいって言われてるんですね。でそういう意味だと、当たり外れのあるですね、天然砥石買うんだったら、こっちの方が、安定して取れげるっていうようなことをですね、どっかの記事で読んだことあります。っていうぐらいですね、すごくいい砥石だと思います。なので、買うとしては3つだと思うんですね。その、中戸、荒戸、中戸、仕上げと。仕上げは6000で決まりですよと。で、荒戸も400番で決まりですよっていう風になると、買うとしてはやっぱ800番か、1000番がいいのかなとは思います。そうですね。なので、
僕1000番最初に買ってたんですが、まあ、1000番が終わっちゃったので、まあ800番。その前に800番買ってたのかな。なので、まあ800番を使い続けてるというような感じです。でも今、その400、800、6000と結構飛びますけれども、まあ別に飲みぐらいだったら問題ないかなというふうに思います。神田だったらちょっと、もう一個挟んだ方がいいかなとは思いますが、飲みとかだったら、まあそれでも十分、使え、まあ十分な切れ味があるというふうに思います。まああれですね、僕がもう一個欲しいと思うのは3000番欲しいんですよ、実は。3000番ちょっと、そうですね、やっぱもう一個挟みたいっていうのと、あと、裏とかですよね。裏も、いきなり800番よりやっぱ3000番入れてから6000入れた方が裏綺麗に出るので、まあ本当はね、もう一個3000番も欲しいなと思うんですけど、ちょっと高いんで、まあなかなか手が出ないなというふうに思っております。ではですね、早速、研いでみたいと思います。あ、で、あとそうだ、すいません。あと一個注意点がありまして、この小結ダイヤモンド砥石の平面出しに、この電着砥石、電着ダイヤモンド砥石、これを使ってはいけません。こいつが終わります。すぐダイヤモンドの粒子取れてですね、もうこれおしまいです。やった瞬間終わりみたいになっちゃいます。賢章さんのようなですね、普通の従来からある砥石に使うんだったら、電着のダイヤモンド砥石を平面で使います。これですね。この普通の砥石にはこの電着ダイヤモンド砥石で面出しをする、平面出しをするというのは、いいことだと思います。ただし、小結ダイヤモンド砥石には使えません。で、小結ダイヤモンド砥石は、この CG 砥石という、まあなんでしょうね。まあ昔からある機械とかで使うような砥石なんですけども、まあこれを使って、買った時にもですね、ドレッサーといってちょっと細長い CG 砥石ついてきます。で、それで、目詰まりといって、まあ、ちょっと目詰まりを起こしやすいんですよね。その研磨してて、研いでいて、目が詰まってそこを研げなくなってくるっていうことが結構ありますので、まあそういう時にですね、あれで、目詰まりをこう、こすってですね、取ってあげるということをします。で、かなり硬いです。なので、そうそう平面が崩れるということはないとは思うんですが、まあなので、付属されている CG 砥石だけでこう直していくっていうのでも、まあ、そんなに狂うことはないとは思います。で、ただですね、僕はちょっと気になるので、この CG 砥石ですね、を3つ使ってます。ちょっと水につけてるんですが、この CG 砥石っていう、この3つ、この砥石3つをですね、こすって、A、B、C あって、A と B こすって、B と C こすって、C と A かな ?A と C こすってっていう風に3面全部それぞれこすって、まずこれを平面にします。で、これを平面にした後に、その、小結ダイヤモンド砥石の面をですね、まあ、鳴らすように平面を出しをするというようなことをですね、やっています。CG 砥石結構安いので、まあ、2つぐらい買ってもいいかなとは思います。1つだと、どうしても片方狂うと、まあ、これすごい、これが平面ってことはないので、1個だけだと、まあ、狂っていってしまう可能性があるので、まあ、最低でも2つこう、擦り合わせて、こう、そう交互に使ってあげるっていうのでもいいですし、まあ、僕みたいに3つ買ってあげるとですね、かなり平面精度はですね、作れるのかなというふうに思います。今からこの 42mm ののみを研いでいきます。まあ、大きく欠けているところはないんですが、もう全然切れなくなってて、はい、これでも全然切れないよっていう感じ。まあ、ちょっと横にスライドするとちょっと怖いかなっていう感じはしますけど、はい。で、これを研いでいきたいと思います。軽く裏を出すところから、まあ、400じゃなくて800番からいきますか。はい。で、ダイヤモンド砥石の、小結ダイヤモンド砥石のいいところは、全く水につける必要がありません。すぐ水かければ使えるというところがですね、非常にいいところですね。で、先ほど言った砥石の3面出しですね。で、これ僕、こういうふうに、A とか B とか C とか書いてるんですけど、まあそれをそれぞれこすりつけてですね。まあこれも結構厚みあったはずなんですけど、今、結構薄くなってきてるかもしれないですね。こういうふうに A、B、C をそれぞれ交互にこすりつけて、平面を出していくという感じですね。A と C やったんだから A と B かな。はい。なので、A と B とやって、A と B やって、A と C とやって、B と C やって、みたいなことを交互に繰り返してという感じですね。はい。で、軽く、まあ、目詰まりを取る兼、まあ、面を出すっていうような感じでやってます。まあ、鉛筆までこう、なんか線引いて出すっていうことまではしてないかもしれないですね。その前一回裏出そうかな。
結構使っていると裏が歪んでくるっていうのは多少あるので、僕は定期的に裏出さないまでも裏を軽く整えるというイメージで、まあ軽く裏を整えてあげるというイメージでやります。で、次も6000ですね。まあ、裏出てるので、裏、まあ、イカ当てなという感じです。で、仕上げに関しては、この CG 砥石、これで、一回当ててるので、ちょっと目が粗いんですよね。なので、仕上げ砥石とか、こういう名倉ですね。名倉でちょっと表面を整えてあげてください。で、それから、裏を出すと。違うのね。まあだからやっぱりいきなり800から6000飛んでるんで、まあ、本当はやっぱここにもう1個3000番があるとですね、この裏出しももっと早いんですよね。この工程が6000でやる時間が結構短くなると思うので、まあ、そういう意味だとやっぱ3000番欲しいなとは思うんですが、まあ、何わさんもしよければご提供いただければレビューしますので。はい。強こういうふうに、黒くなっていくところ、今黒くなってるんですけど、これがですね、目詰まりの部分なんですよね。その研磨力が落ちてるというか、そこだけ目が、細かい粒子が入っちゃって、研磨が落ちてるような部分になります。なので、まあ、名倉とかでもいいし、付属されてる CG 砥石でもいいし、まあちょっと仕上げの6000に CG 砥石だとちょっと粗すぎるかなとは思うので、まあ、天然砥石とか、天然砥石じゃなくても、何か仕上げ砥石とかがあればですね、それちょっとこすってあげるというのでも取れるかなと思います。その平面出しをそんなにまめにしなくていいっていうのはすごくいいですよね。一回、使い始めに一回やってあげれば、1日ぐらいじゃ全然狂わないと思いますので、まあ、毎回やらなくてもいいと言いますか、まあ、普通の検証とかの砥石、まあ、なんていう、普通の、焼き物系の砥石だったら、多分これだけの間のプロセスで、多分3回ぐらいは平面直ししてると思うんですよね。でもそれをやらなくても全然、平面が維持されているというのは安心して使えるなというふうに思いますし。はい、今これが6000番で、裏出しし直したところですね。はい。まあ、ちょっと800番から6000飛んでるんで、ちょっと、傷、ちょっと残り目ですけど、まあ、十分かなと思います。では次、表研いでいきます。まあ、欠けてるレベルではないので、800番からいきたいと思います。入ります。まあ、ちょっと、では、いわゆる、はい。で、これ、剥がれでついている状態ですと。では次、6000番ですね。一回さらっとだけ平面直します。
その研ぎ味自体は滑らかなんですけど、この真っ黒な研ぎ汁が出てくるっていうところが、ちょっと、まあなんか天然っぽいっぽいというか、すごくいい感じなんですよね。じゃあこれで裏の葉返りを取って完成ですね。はい、今研ぎ上がっている状態で、まあ800番から6000に飛んでるんで、ちょっと小傷目立つと思いますけど、まあ、のみだったら全然問題ないかなと思います。実際十分切れるので、はい、問題ないと思います。ということで、小結ダイヤモンドを使って研いでみるというのをやってみました。やっぱり小結ダイヤモンド、すごい滑らかだけれども、本当に硬くて平面精度の維持が高いので、こういう大工道具のような平面と平面を作っていくような刃物に対してはすごくいいなというふうに思っています。ただですね、ちょっと高いので、ちょっと、まあ、敷居高いなとは思うんですけれども、1ミリの層ありますので、結構長いこと使えますし、まあ、水かければすぐ使えるし、研磨力も高いということで、長く使うという意味ではすごくいいのかなというふうに思っております。で、僕もですね、こうやって改めてですね、小結ダイヤモンドだけで研いでみると、やっぱ3000番欲しくなりますね。まあ、これ6000の前になんか3000番1個あればですね、だいぶ違うなと、だいぶ早いんじゃないかなと思いますので、まあ、早くて綺麗に研げると思いますので、まあ、今ちょっと買うかどうか迷っているところです。ということで、今日もありがとうございました。